こんにちは、まるみです。今日は普段車中泊で使ってる愛車の車内紹介をしようと思います。まず私が乗ってる車はトヨタの一つ前のシエンタに乗ってます。色はね、白色でこんな感じで今よくある車ですね今購入して、約1年ぐらい経ったんですが、購入時は 1.2 万キロで値段は130万円ぐらいで購入しました。今もお父さんにローンを支払い続けてます。中古で買ったんですけど、車内も綺麗で物が近づくとピーピー鳴るやつだったり、アラウンドビューモニターもついてて、結構いい車が買えたんじゃないかなと思ってます。で、車内は運転席はこんな感じで、車の紹介はね細かくするわけではないんですが、カーナビは基本的にあんまり使わずに、ここにスマホをセットして Google マップを見ながらキャンプだったり車中泊に行くことが多いです。ここの部分にはもしもに備えて窓ガラス割るやつとシートベルトを引きちぎるやつを入れてあります。これもしもに備えてね、皆さん車に1個置いてあるといいと思います。では早速車中泊仕様の紹介をしていきます。バックドアを開けた後ろ側から見るとこんな感じです。まずこっちがベッド、枕、自作のテーブル、自作のギャレー、ポータブル電源。テーブルの下には無印で買ったボックス2つと、ちょっとした家電とゴミ箱が入ってます。で、あとはカーテンが左右に前と後ろの2つずつと、運転席助手席と後ろ側を仕切るカーテンが1つつけてあります。で、天井にはちょっとしたメッシュの荷物入れをセットしてあります。運転席側にはシンシェードというシェードをつけてるので、簡単な目隠しがあれでできてます。ちなみにシンシェードは下に下ろしてプロジェクターのスクリーンとして使うこともあります。ではどうやってフルフラットにしてるかを今からざっと見せるので、一旦枕とマットを片付けます。今マットと枕を片付けたらこんな感じで、下にフローリング調のクッションフロアを引いた木の板を引いてフルフラットにしてます。この車がシエンタのシエンタファンベースという5人乗りの車なので、もともと若干斜めだけどフルフラットっぽくできるので、その上にねさらに木の板を敷いてよりフラットにしました。単純に本当木の板を左右半分ずつに切って、こういうタイヤのところを避けるように切って上からクッションフロアを引いただけです。車のタイヤハウスに合わせて型紙を取ったら、板に直接鉛筆で書き込んで切る場所を決めます。ジグゾーでそれ通りに切って車にはめるとぴったりでした。タッカーでクッションフロアを貼り、実際に置くと車自体がフラットではなくちょっと斜めなので、プラモクレーンで高さを調整してフルフラットにします。なので、じゃあ車検があるよっていう時はもうこれをねパッて剥がすだけで5分もあれば元の状態に戻せるので、そんなに難しい DIY じゃなく作れました。フルフラットにしたことで微妙な高さの隙間ができたので、ここに引き出しを左右どちらも設置してます。こっちは夏に使う網戸を入れていて、こっちは撮影の時に使うナンバープレート隠しだったり、カーサイドタープを車に固定する吸盤だったり、結束バンドだったり、磁石だったりと、車中泊でちょっと必要になるものを入れてあります。個人的にこのフルフラットにしたのは大満足なんですけど、もし作り直すんだったら左右で分けずに前後で木の板を分ければよかったなと思います。この左右で分けるとどうしても車中泊してる間にこの隙間が若干広がったりすることが多々あって、前に兄の車のルークスに乗ってた時もフルフラットにするために前と後ろで分けたんですけど、その時はあんまりズレが気にならなかったのに、左右で分けることで結構ここがズレてきて気になることが多かったので、もし今から DIY して床をフルフラットにしようっていう人は左右よりも前後に分けることをおすすめします。では続いてがテーブルの紹介です。前にこのテーブルじゃなくってこの後ろにリアテーブルをつけて車中泊を楽しんでたんですけど、今回この床をフルフラットにしてこの高さを上げてしまったことで、ここにリアテーブルがあるとこの隙間がすごい狭くなってしまって、寝る時に足をぶつけることがね増えたので、テーブルはサイドに変えました。ただサイドのテーブルに変えたことで、こうやって後ろからね簡単に車内に乗り降りできるようになったのは、やっぱりリアテーブルない方が乗り降りはしやすいかなと思います。
なのでこれは好みですね。どっちがいいとかっていうよりは、ただリアテーブルの方が広々とテーブルを使えたかなと思いました。テーブルの下にはこんな感じでライトだったりヒーターだったりの生活雑貨系と、こっちは料理で使うこういうフライ返しだったりケトルだったりが入ってます。入りきらなかったものはこうやってちょっと立てかけてあります。 IH コンロとゴミ箱と、このテーブルは本当に作り方は単純で、ホームセンターで木の板を買ってきてイレクターパイプで足を作りました。なんで簡単に取り外しができます。1本だけ足の長さがちょっと15センチぐらい長めになってて、もともとは全部4本とも同じ長さにしてたんですけど、全部同じ長さにすると運転してる時にちょっとギュッと曲がったりするとテーブルが倒れたり吹っ飛んだりがちょっと危険だったので、この1本だけ足を長くしてフルフラットにしてる木の板より下の車のフラットの部分に直接立つようにしてあるので、他に比べてこの1本だけ長くしてます。なのでここの部分に引っかかることで車の運転中もそんなに大幅にずれないようにはなってます。運転席のカバーのところのポケットには車中泊中によく読むカーネルを載せてます。ちょろっと私も乗ってます。さっきこの裏見た時にこの2本、これ車の後ろに乗せてテーブルにもできるようにしました。なのでこの足の部分を一旦全部取って、そうするとこの木の板だけになるので、この足を外してよいしょ、この長い足を隅っこに刺します。2箇所です。こんな感じで車の後ろにテーブルとして設置できます。今日チェアを忘れちゃったんですけど、そこにチェアを置けば、道の駅やサービスエリアじゃ無理なんですけど、キャンプ場とかこういうところでちょっと料理したり、ここでご飯食べたりコーヒー飲んだりくつろいだりもできます。このテーブルが真四角じゃなく、ここがこう削れてるのは車のドアのところのこの若干の出っ張りの部分をああやって斜めに削ってあります。個人的に一番頑張って作ったのがこちらのギャレーです。どうしてもギャレーを車内に置くのが夢で、必要あるかないかって言ったら、私はだいたい1泊2日か多くても2泊3日程度なので、正直あんまりなくてもいいんだけど、もう私的に車中泊でギャレーを置くのが夢だったから作っちゃいました。これ実は2代目で、初代は作ったんですけど、まず幅がこれぐらい大きくって家の洗面所ってぐらいの大きさになっちゃったから、ちょっとねそれは修正してだいぶ小さくしました。それでも大きいんですけど、で構造自体はすごい簡単で、一番上の鉄板のところに水を吸い上げて出してくれる泉水の部分と、これはダイソーで買った普通に料理用のお皿ですねにこんなような穴を開けて、上には洗面所に置くやつを置いてちょっとそれっぽくしました。でこんな感じでちょっと汚いんですけど、コーキングでなんとかくっつけてホースを、こんな感じで今長さがあります。枠組みはこんな感じで木の板に丸く穴を開けて、そこにこれがこう入ってなんとか固定される感じに作ってます。電動ポンプを置きたい場所に穴を開けて、こんな感じでネジで固定してあります。ダイソーで買ったお皿に電動ドリルで穴を開けて、ギザギザの部分をヤスリで削ります。上の鉄板を丸くくり抜いたらお皿をはめて完成。電動ポンプは色が気に入らなかったので、100均で買ったカッティングシートを貼り付けて全体的に白くしました。ちょっといろいろボロボロだけど、いっか、なんかパッと見綺麗なら OK。前側にタオルを置いてあるのは、手洗った時にそのままこうやって拭けるのが楽だなっていうのと、これを外すとこんな感じでボトルが2個入ってるんですけど、初代のめちゃめちゃでかいやつを作った時に木の板を張ったら、やっぱりうまくまっすぐ切れなくて歪みで板がどんどんパタパタ倒れてきちゃったので、もう板はやめてこうやってタオルを引っ掛ける方式に変えました。
れが10リットルのケース2つですね。でこっちが給水でこっち側が排水です。で排水側はここに直接入れると歯磨きした後の汚い水とかちょっとしたカップ麺の食べ残しとかを入れるとこのケース自体が汚れて、匂い放ったりすると思うので直接は捨てずに中に袋を入れてこの袋の中に水を捨てるシステムにしようと思ってます。まだね大量の水を入れたことがないのでそれが吉と出るか凶と出るかは正直不明です。木の枠自体はこんな感じな単純な作りで2枚の太い板にこういう細い板を12345個で固定してます。全部にこの太い板で作ってもよかったんですけど、5分あればね元の車内に戻せるようにって考えた時にはできる限り木の板を、薄かったりこういう軽いものにして軽量化を図って移動させやすくしたりとか、この車私の車なんですけど家族で出かけたりペット乗せることでよくこのフルフラットを取って椅子を立ててっていうことも頻繁にしてるので、なのでこの辺もね簡単に家の中に移動できるようにできるだけ軽量化してあります。こんな感じで中に袋を入れて、これがねこのままだとグラグラ動くのでちょっと今後ねここになんか磁石で固定したりとか木の板をはめ込んで固定するようなね改良が必要だなと今日運転しながら思いました。運転中ね結構こんぐらいまでぐらついてたのでこれを袋の中にこうやって刺せば水はこの袋の中に排水されるようになります。ちなみに水を出すとこんな感じでちゃんと水が出ます。ただこのねお皿自体がシンクではないのでちょっとねこうやってうまく調整してあげないと中に落ちてはくれませんこういうのもね自分で作ったから愛着が持てますね。全然落ちないじゃんね。ここの部分もうちょっと改良しようかなここの下はざっと入ってるものがケトルとホットサンドメーカーとお鍋とお皿、お米、コーヒー豆、くっつかないアルミホイルにアイラップ、サランラップ、ふりかけ、ウェットティッシュ、キッチンペーパー、これいろんな YouTuber さんがちょこちょこ使ってる洗剤でシュシュッとしてウェットティッシュで拭いたり軽く水で流せばいけるみたいなんで買ってみました。まだ使ったことはないです。あとはトングとかの調理器具とタオルと鍋敷き、これだけ入ってればとりあえず食材があれば車中泊はいつでもできるかなという感じです。料理したいものによっては炊飯器持ってきたりノンフライヤー持ってきたりとまた調理家電が増える感じです。お米さえね積んであれば何とでもなりますね。こっちの日雑系はこれは調理系なんだけどキャンプでも持ってくコーヒーセットとかナイフとかが入ってます。補足ですが職務質問をされた時に備えてナイフは車に積んでおかずに家の中で管理するように別のポーチにしてます。これは生ゴミとか入れても匂いが放ちづらい消臭のポリ袋です。ただサイズ間違えたのでゴミ箱にセットしようとしたらねちぎれたので次買う時はもう一回り大きいの買います。キャンドルウォーマー兼ライトです。十分ねこれだけでも明るくてね車内の光になってくれるのと、これはキャンドルなんですけどコーヒーの香りがするのでキャンドルウォーマーの明かりでいい香りを車内に充満させて癒しの時間を楽しんでます。これでねいい香りでくつろぎながらプロジェクターで映画見るとねほんと最高です。ちなみにこれは私の自作のキャンドルです。おいおい販売するのでぜひ気になる方はその時に買ってください。あとカーテンはちょっと後で説明します。ウェットティッシュの入ってるケースと冬で寒いのでヒーターを入れてます。ワット数が300ワットで意外と低出力でいけるんですけどやっぱり長時間使うとね電気すごい食っちゃうのでもう緊急時に寒い時だけこれで温まってます。あとはドライヤー、結構銭湯とかね行ってもあんまり風力ないやつで全然髪乾かなかったりとかサービスエリアのシャワーとかでドライヤーがなかったりするのでそういう時用に車に積んでます。湯たんぽ、これは蓋を外せばね IH でこのまま温めて使えるので冬の車中泊で大活躍です。あとこれは竹のランタンシェード、こういうランタンを中に入れるとこう透けてねいい感じに綺麗に見えます。前にワークショップで作りました。ライトが心配性なんでいっぱい持ってます。あと料理する時やけどしないようにグンって
なんでか知らんけど左右が違うけど、前にサービスエリアでね可愛くて買っちゃった岡左衛門のポーチ、中はこういう充電器とか入ってます。これからね冬に活躍するかなと思って積んであるんですけど、カップウォーマー、ドリンクウォーマー、コーヒーとか紅茶とかあったかい飲み物を上に置くとカップをねここでじんわりと温かさをキープしてくれるやつです。あとはポータブル電源のシガーソケットに充電するケーブルとか、あとはゴミ袋とか、そんなようなものがこまごま入ってます。あとテーブルの下はゴミ箱と IH コンロが入ってます。あとは寝る時のマットです。こんな感じでね折りたためてかなりコンパクトになります。座ってこのテーブルで調理するときはこんな感じでここに座って座椅子のように使ってます。こんな感じで座るのでここの部分がね背もたれにもなって結構くつろげます。冬はやっぱり底冷えがすごいするので、こういうねマット1枚あるだけでだいぶ暖かく過ごせます。もともとコールマンのインフレーターマット使ってて全く不満はなかったんですけど、私はやっぱ YouTube でこういう動画撮るときに三脚をね、マット大きいのでマットの上に置くとカメラの三脚がね揺れてカメラを倒しそうになることが何度もあったので、ご飯やこういう撮影しやすい時はこういう折りたたんでコンパクトにして寝る時広げれるこっちに変えたんですが、撮影しないよっていう人であれば個人的にはコールマンのインフレーターマットがすごい分厚くてね寝心地は最高です。ただねこれもね寝心地めちゃくちゃいいんですよ。なんで、個人的にはこれ値段も多分6000円とか結構安かったので買ってよかったなと思ってます。マット以外には私はこのイスカの寝袋とユージャックの枕とペンドルトンのブランケットを使って寝てます。私は車中泊以外にも徒歩キャンプだったりオートキャンプ行ったりするので、できるだけコンパクトにということでダウンの寝袋にしてますが、車中泊だけだったらもっと河川のモコモコの寝袋だったり、それこそお布団をね入れ込んで寝られる方がいるので、もうちょっとねコスパいい商品があると思います。ダウンだとねどうしてもねやっぱコンパクトになる分ね値段が上がっちゃうので、このねユージャックの枕は本当に寝心地がいいので車中泊では大活躍だし、オートキャンプの時はこのまま車に乗せて持ってってます。やっぱり枕がね寝心地悪いと帰りね運転が集中できないので、私はね寝心地重視の枕を使ってます。あとはこのブランケットはもうデザインに一目惚れして買ったのと、なんかペンドルトンのブランケットがあればちょっとおしゃれバンライファーぶれるかなと思って買いました。全然バンライファーじゃないですが可愛いからお気に入りです。ちなみに寝転ぶ時に広げるとこんな感じです。こんな感じで問題なく眠れます。今マットを広げてこういう感じなんですが、足先がちょっと空中に浮いてる感じになります。私は身長が160なのでちょうどぐらいなので何ら問題ないんですけど、もっと背の高い180センチぐらいの人になってくるとここの部分もうまいこと DIY して高さを合わせてあげれば180センチぐらいの人でも眠れるのかなと思います。今の時期はあんまり必要ないかなと思って置いてないんですけど、いつも使ってるイーノーの車載冷蔵庫を置くとここねちょうどいい高さになるので、ここがねフラットっぽくなりますね。なのでもし同じシエンタファンベース乗りの方はそういった感じで高さ調整してもらったりするといいかもしれません。ちなみにこれは携帯トイレです。今のところサービスエリアだったり RV パークだったりで車中泊するのであんまりトイレの心配ないんですけど、万一に備えてね一応積んであります。どんなやつかというとこんな感じのパーツに分かれてて、そこをセットしてビニールをセットしてで蓋をします。もうね完全に便器の形で、前ギャレーがなかった時は歯磨きをここでペッてしてこの吸水ポリマーを入れて固めて燃えるゴミで持ち帰って捨ててました。一応トイレに向けてねトイレットペーパーなんかボロボロだけどは準備してあるんですが、今のところ出番は全くないです。あと狭い車内で助かってるのがメッシュのネットです。これ本来の付け方と全然違う付け方をしてて、本来はこのアシストグリップの後ろの位置に前の2箇所につけて4箇所で固定するんですけど、
私の車は運転席のアシストグリップついてなくて、つけようかなと思ってディーラーさんに相談したら1万6000円かなんかかかるって言われて、あれつけるだけでって思ったから、私はつけずにこの後ろの2箇所と助手席の3箇所にメッシュをつけて使ってます。なので運転席側の余る部分は運転席側の対面の後ろのところに固定して、四角形ではなくて三角形の形で使ってます。突っ張り棒をここを通して助手席側にしてるので、あんまりこのメッシュがプランとはならないです。これ突っ張り棒ないとね、結構プランとしてルームミラーで後ろが見えなかったので、突っ張り棒して正解でした。中に何が入ってるかというと、さっき出しちゃったけど枕と冬用に電気毛布入れてます。前はここに寝袋も入れてたんですけど、ちょっとね真冬はその寝袋じゃ寒いので、寝袋は一旦なしにして、あとはもしもに備えての緊急時の食材ですね。今のところご飯が、用意してくること多いので、緊急時の食材食べることはまずないんですけど、今後災害時のことも考えて、家にも防災リュックに食料や水入れてるんですが、車でもし逃げた時を考えて、こういう車の中にも食料を今後ちょっとずつ用意しようかなと思いました。カーテンはここの部分にこんな感じで100均のクリップと100均のワイヤーのカーテンレールを使って、こういう感じでつけてます。このね真ん中につけることでたるみづらくはしてあります。あとこれも100均のこういうのを使うことで、こんな感じでくるっとまとめられます。これ前に北海道で軽バンのキャンピングカーをお借りしたやつがこんなような仕様でやってていいなと思ったので丸パクリしました。どうしてもこの隙間が空いちゃうので、外から見るとそんなに見えないんですけど、気になる時はフックをつけてるので、ここにこんな感じでさっきに比べてだいぶ埋まりましたね。反対側もこんな感じでフックに引っ掛ければだいぶ隙間がね埋まって見えづらくなります。ちなみにカーテンはこれ全部 Amazon で買いました。結構いろんな YouTuber さんとかが使ってるカーテンです。今前はシンシェードというシェードをつけてて見えづらいんですが、左右が空いてるので、前は左右も埋めてたんですけど、正直この運転席助手席から後ろがね見えなければいいかなと思ってるので、後ろも囲ってます。若干隙間があるけど、そんなまじまじと覗かなければ正直見えないかなと思って、私はちょっとだけ隙間は空いてます。いつかね余裕ができたらカーテンもう1枚買って、今1枚でね埋めちゃうと反対側がねめっちゃ開いちゃうので、後ろ側はワイヤーのカーテンレールはつけてないので、ここがねちょうど磁石になってるので、100均で買ったこういう磁石型のフックをつけてます。1個ずつこんな感じで取り付けます。こうすると下がねだいぶ開いちゃってるので、気になるならこうやって磁石でねくっつけて留めることもたまにしますが、基本的に私はここはフラーンってしてますね。ちょっとねここの真下に枕を置いて寝ると、朝この日の光をねもう直で感じられるようになるので、あまり私はここは気にせずこのままプランってすることが多いです。今時間がお昼の3時なんですが、カーテンをすると、比較的ちょっと暗くなりますね。で外から見ても全然ね見えなかったので安心してこれで車内でくつろげます。車内の紹介はざっとこんな感じで、ただねせっかく来たので、ちょっとコーヒータイムを楽しんで帰ります。なのでねちょっとねコーヒータイムの雰囲気とか見てもらって、実際にこういう風にこの車内を使ってるんだっていうのを見てもらえたら嬉しいです。
マイブームは和菓子。皮がほとんど取れちゃった。ショック。美味しい美味しい。ごちそうさまでした。美味しかったし満足です。いつもだとここでウェッティを取り出して拭くんですけど、今日はねギャレーがあるので洗い物をしてから帰ります。お湯も残ったので、熱湯のまま捨てると危ないので、水を混ぜてねぬるま湯にしてから捨てます。大丈夫。今初めてねギャレーをちゃんと使ってみたんですけど、やっぱりね水がちょっとね斜めに傾いてる方にたまるので、ちょっと改良が必要だなと思いました。でも大方8割方満足です。今回この車内の紹介をしたんですけど、また改良したいとこが2つあって、ギャレー入れたら3つあって、前にここの窓にはめ込むタイプの換気扇を入れてたんですけど、あれがね窓をギュッて閉めすぎてパキッて割れて壊れちゃったので、ちょっとね換気扇のシステムを、自作でいつか作りたいなっていうのと、あとは後ろのドアなんていうの、リアゲート、リアドアの中から開け閉めできるシステムにおいおい変えたいなと思ってます。ただね車検のこと考えたり、この先この車がどうなるかわかんないので、できるだけ現状回復がしづらい DIY はしたくないなと思ってるので、ちょっとそれがリアゲートの開け閉めはどうなるかなというところでちょっと悩んでます。ただ換気扇に関してははめ込み型をね使えば現状回復簡単にできるので、そういうのをね作っていこうかなと思います。私は今まで1回和室を洋室に、適当に DIY したぐらいで、今回のこのテーブルとかもすごい簡単だったし、ホームセンターで電動ドライバーとジグソーと、あとは電動の削るやつ、この3つをね全部多分3000円ぐらいずつで、全部で1万円ぐらいで買って、あとは板買ってきて部品買ってきて作っただけなので、ほんとねすごい簡単にできたなと思います。今回は1個前の方のシエンタファンベースの車内の紹介ですが、ご自身のね持ってる車で似たように真似してもらえたら嬉しいですし、これをね機にシエンタファンベースいいなと思って購入考えてる方は参考になったら嬉しいです。ただフルフラットにして床がちょっと上がったので、天井はね結構狭いです。なんで背の高い男性だともしかしたら頭ぶつけるかもとは思います。それも含めて参考になったら嬉しいです。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ツイッターとインスタグラムもやってるよ。